こんにちは。食堂朝ごはんの中井絵里香です。今日は大きな白菜を一玉買ってきたので、白菜料理をいろいろ作っていこうかなと思います。ひとまず使いやすいように切り分けていきます。白菜を切り分けるときはこんな風にまず根元に包丁で切り込みを入れて手でパカッと割るようにします。こうすれば葉っぱのカスが出にくくてきれいに分けられます。そしたら今日は4分の1個ぐらい使おうと思うので、あとは冷蔵庫で保存します。白菜は芯をつけたままだとそこから栄養が吸い取られて葉っぱが傷みやすいので、芯は切り取って保存するのがポイントです。こんな風に三角に包丁で切り込みを入れて芯を取ります。あとは乾燥しないように濡らしたキッチンペーパーで切り口を覆ってラップを全体にかぶせます。乾燥させないのがとっても大事なポイントなので、ラップはぴっちり隙間なくかぶせるのが大事です。白菜は隙間に汚れがついていることが多いので、葉っぱを広げながらよく洗います。大きな桶に水を張って洗うとやりやすいかなと思います。そうしたら早速白菜を使った晩ご飯を作っていこうと思うんですが、今日は白菜のクリーム煮と白菜の粒マスタードサラダを作る予定です。他にも冷蔵庫にあるもので何か作ろうかなと思います。クリーム煮に使う白菜は芯と葉っぱの部分は分けて3センチぐらいの幅に切っていきます。ちなみに白菜の栄養としては 95% 以上が水分で、正直そんなに栄養価はそこまで高くないんですが、ビタミン C やカリウムなどを多く含んでいるのが特徴です。カリウムは塩分を排出する働きがあって、高血圧予防に役立つ栄養素です。そうしたらクリーム煮を作る前に白菜のサラダをまず作ろうかなと思います。サラダに使う白菜は1センチ幅に切ります。これは特に芯と葉っぱを分けなくて大丈夫です。まとめてザクザク切っていきます。そうしたらボウルに調味料を混ぜ合わせます。オリーブオイル大さじ1、粒マスタード大さじ1、塩小さじ3分の1、酢大さじ1、砂糖大さじ2分の1をよく混ぜます。白菜サラダには人参も加えます。人参はスライサーで千切りにします。スライサーがなければ包丁で切っても大丈夫です。でもなるべく細く切った方が美味しいです。ボウルに白菜と人参を加えます。ツナ缶も軽く汁気を切って加えます。そしてよく混ぜればこれで完成です。すぐに食べても美味しいんですが、少し時間を置くと味が馴染んでさらに美味しくなります。30分ぐらい冷蔵庫で寝かしておきます。そうしたら白菜のクリーム煮の方を作っていきます。しめじは石突きを取ってほぐします。いんげんはヘタを取って食べやすい長さに切ります。鶏肉は白いブヨブヨっとしている脂肪の部分やはみ出た鶏皮の部分は取り除きます。こうすると臭みが出にくいし、余分な脂質をカットできます。鶏肉は食べやすい大きさに切ります。そして薄力粉を鶏肉の全体にまぶします。
茶こしを使うとやりやすいかなと思います。フライパンを熱してバターを溶かして鶏肉を中火で焼きます。まずは鶏の皮の方が下になるようにして並べます。焼き色がついたらひっくり返します。この後煮るので中まで火が通ってなくて大丈夫です。表面だけしっかり焼き色をつけていきます。お肉に焼き色がついたら白菜の芯を加えます。葉っぱはまだ加えなくて大丈夫です。火が通りにくい芯の方を先に入れるのがポイントです。白菜の芯が透き通ってくるぐらいまで炒めたら、水 150cc、コンソメ小さじ1/2を加えて蓋をして5分煮ます。5分経ったら牛乳 100cc、白菜の葉、しめじ、いんげんを加えます。蓋をして弱火でさらに5分煮ます。火が強すぎると牛乳が分離してボソッとした仕上がりになっちゃうので気をつけてください。片栗粉小さじ2、水大さじ1を混ぜ合わせて水溶き片栗粉を用意しておきます。白菜が柔らかくなったら塩コショウを加えて味を整えます。そして水溶き片栗粉を回し入れてとろみをつけて、これで完成です。白菜がたっぷりで意外にあっさりとした味わいで、カロリーが気になる方にもおすすめです。あとは簡単な副菜をもう一品作ろうかなと思います。じゃがいも3個は皮を剥き、食べやすい大きさに切ってボウルに入れてレンジで5分加熱します。串がスッと通るぐらいまで柔らかくなっていれば OK です。サラダ油をひいたフライパンにじゃがいもを加えて転がしながら焼き色をつけます。こんがり焼き色がついたら調味料を加えます。砂糖小さじ2、醤油小さじ2、おろしにんにく少しを加えて全体に絡めればこれで出来上がりです。にんにくの効いた甘じょっぱい味付けは子供にも人気で、食物繊維やビタミン C も取れるメニューになってます。あとはさっきの白菜サラダを盛り付けます。少し冷蔵庫に置いておいたのでいい感じに味が馴染んでるかなと思います。白菜は煮物にするとくたっとして甘みも出て、それも美味しいんですけど、生の白菜もシャキシャキでまた違った美味しさを楽しめるかなと思います。今日はこの昨日切り分けておいた白菜を使って朝ごはんを作ろうと思います。これだとちょっと大きすぎるので少し切り分けて、こっちの残った分はまた今度使おうと思います。だいたい6分の1個ぐらいあれば OK です。今日も寒いのでまた煮物を作ろうと思うんですが、昨日は洋風のクリーム煮だったので今日は和風の煮物にしようかなと思います。白菜は2センチぐらいの幅に切っていきます。茎と葉っぱは分けて置いておきます。でもめんどくさかったら分けずにザクザク一緒に切っちゃっても大丈夫です。
そうしたら鶏団子の肉種も作ります。鶏ひき肉 300g、 片栗粉大さじ2、醤油小さじ2、みりん小さじ2、おろし生姜少し、卵1個を加えてスプーンでよく混ぜ合わせます。少し粘りが出てくるまでよく混ぜます。鍋に水 400cc、 醤油大さじ2、みりん大さじ2、鶏ガラスープの素小さじ1を加えて、煮立ったら肉種をスプーンで丸めながら加えていきます。そんなにきれいに丸めなくても意外と大丈夫です。私は結構いつも大きめにしちゃうんですけど、肉団子の大きさはお好みのサイズで調節してください。1分ほど煮て肉団子の表面が固まってきてから白菜の芯を加えます。蓋をして5分煮ます。5分経ったら白菜の葉っぱとしめじを加えます。蓋をしてさらに5分煮たら出来上がりです。あとは今日はこのかぶと人参のぬか漬けとご飯とお味噌汁があります。ちなみに娘は今日はパンの日だったのでスープみたいにして盛り付けました。あっさりめの味付けになっているのでスープみたいに食べてもいいかなと思います。いただきます。まだ白菜はたくさん残ってるので、今度は作り置きに白菜の漬物を作ろうと思います。白菜のスタミナ醤油漬けを作ります。白菜は1/4個使います。なのでこれはまた濡れたキッチンペーパーを切り口にかぶせてラップをかぶせて保存します。キッチンペーパーはもし乾いてたらまた濡らしてください。乾燥させないのがポイントです。そうしたら白菜は中心の芯を切り取って葉っぱをバラバラにしてからよく洗います。白菜は1センチ幅にザクザク切っていきます。白菜は漬物にすれば傘が減って食べやすいし、冷凍もできるので、とにかく白菜を消費したい時にはとってもおすすめです。ちなみにこの外側の葉っぱは捨ててしまう方も多いかもしれないんですが、外側のこの色が濃い葉っぱにはカロテンが多く含まれていて栄養価が高めなのでぜひ使ってほしいです。少し苦味はありますが、漬物とか煮物にすればそんなに気にならないのでぜひ使ってみてください。そうしたら白菜に塩小さじ1半を振ります。そしてよくなじませてから10分ほど置いておきます。保存袋に調味料を混ぜます。砂糖大さじ2、醤油大さじ3、酢大さじ3、ごま油少し、白いりごま大さじ1、
唐辛子1つまみを加えます。ニンニクの薄切りも1かけ分加えます。袋の上から手で揉んでよく混ぜておきます。10分ほど置いた白菜はこんな感じです。少ししんなりとして水分が出てれば OK です。よく手で水気を絞ってから調味料の入った保存袋に入れます。白菜をすべて入れたら袋の上からよく混ぜて出来上がりです。すぐでも食べれるんですが、冷蔵庫で 2,3 時間置くと味が馴染んで美味しくなります。冷蔵で1週間が保存期間の目安です。そんなわけで最近はちょっと白菜以外のものが食べたくなって4日ぐらいこの白菜は放置しちゃったんですが、意外とまだ大丈夫でした。ちゃんと保存すれば白菜は1週間ぐらいは新鮮なまま保存できるかなと思います。今日はこの残った白菜4分の1個で牛肉と白菜のすき煮を作ろうと思います。とりあえずまずは簡単な副菜を一品作っていきます。ミニトマトのごま酢和えです。すりごま大さじ1、醤油小さじ1、酢小さじ1、砂糖小さじ1を混ぜます。ミニトマトは15個ぐらい用意します。半分に切ります。調味料と混ぜて出来上がりです。トマトのリコピンは脂溶性なので、ごまと一緒に摂ることで吸収が高まります。リコピンは強い抗酸化作用を持っていて、血管の老化を防ぐ効果があります。牛肉と白菜のすき煮を作ります。芯と葉の部分を分けて3センチ幅に切ります。白菜4分の1個は結構量が多く感じるかもしれないんですが、今日は結構しっかり煮るので傘が減ってたくさんの量でも食べやすいかなと思います。なのでたくさん白菜を消費したい時におすすめのメニューです。長ネギは斜めに切ります。緑の部分は少し硬いところなので気持ち細めに切っておきます。長ネギの緑の部分はカロテンが豊富で食物繊維も多い部分です。フライパンに水 150cc、醤油大さじ4、みりん大さじ4、酒大さじ4、砂糖大さじ2を入れて火にかけます。煮立ったら白菜の芯を入れます。蓋をして5分煮ます。5分経ったら蓋を取って白菜の芯は片側に寄せます。
空いたところに白菜の葉っぱを加えます。さらにもう少し隙間を作ってそこに長ネギも加えます。蓋をして1分ぐらい煮ると少しかさが減ってくるので、そうしたらそこに焼き豆腐も加えます。焼き豆腐は食べやすい大きさに切って加えます。白菜を少し寄せてからそこに加えます。蓋をしてさらに5分煮ます。ちなみに牛肉はこのもも肉の薄切りを使うんですけど、細切れ肉やバラ肉でも大丈夫です。ただ脂が多いお肉は一回下茹でしてから使うのがおすすめです。余分な油をカットできるのでヘルシーに仕上がります。下茹でする場合は熱湯で1分ぐらい茹でれば大丈夫です。5分経ったら蓋を取って具材を寄せて牛肉が入るスペースを作ります。牛肉を加えて火が通ればこれで出来上がりです。牛肉は煮すぎると硬くなってしまうので、火が通ったらすぐに火を止めます。時間がある場合はこのまま少し置いておくと味が染み込んでさらに美味しくなります。そしたらもう一つ副菜を作ろうかなと思います。レンコンのたらこ炒めです。レンコンは皮を剥いて薄切りにします。レンコンはビタミン C が豊富で美肌作りや免疫対策にもおすすめの野菜です。ちなみに余ったレンコンはそのままだとすぐ変色してしまうので、こんな風に水に浸して保存するのがおすすめです。2日に1回ぐらいは水を変えるようにすれば1週間ぐらいは余裕で保存できます。たらこは薄皮を取り除きます。まず包丁で縦に切り込みを入れて優しく横にスライドさせていきます。あんまり力を入れすぎると薄皮がちぎれちゃうので、力を抜いてやるのがポイントです。今日は1/2の1本分のたらこを使います。フライパンにバター 5g を溶かしてからレンコンを加えて炒めます。2分ぐらい炒めたら酒小さじ1、白だし小さじ1を加えてさらに炒めます。レンコンがしんなりとしたら火を止めてたらこを加えて混ぜます。これで完成です。あれば小ネギとかしそを刻んだのを散らすと彩りになるのでおすすめです。というわけで今日はこんな感じで晩ご飯を作ってみました。